1、小型無人機等飛行禁止法の制度概要。目的、国会議事堂などの重要施設に対する危険への未然防止、国政の中枢機能、国防基盤、国民生活及び経済活動の基盤、公共の安全の確保。禁止範囲、重要施設及びその周辺約300メートルの上空における小型無人機等の飛行を禁止。2、飛行禁止の対象となる小型無人機等、小型無人機、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船などで人が乗ることができず遠隔操作や自動操縦で飛行できるもの。重量や大きさに関係なく 100g 未満のものも含む。特定航空用機器、航空機以外で人が飛行できるもの。気球、ハンググライダー、パラグライダーなどが該当。3、飛行禁止の対象となる重要施設。禁止エリア、重要施設の敷地、区域の上空、レッドゾーン、及びその周囲約300メートル、イエローゾーン、対象施設、A、国の重要な施設と、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所。B、外国公館等、外務大臣指定。C、防衛関係施設、自衛隊施設、在日米軍施設、防衛大臣指定。D、空港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港など、国土交通大臣指定。E、原子力事業所、国家公安委員会指定。4、飛行禁止の例外とその手続き。飛行禁止の例外条件。A、対象施設の管理者またはその同意を得た者による飛行。B、土地の所有者またはその同意を得た者が当該土地の上空で行う飛行。C、国または地方公共団体の業務を実施するために行う飛行。例外の特別条件、防衛関係施設及び空港の上空、レッドゾーンでは、A 以外の飛行には施設管理者の同意が必要。通報義務、例外に該当する場合でも、対象施設及びその周囲約300メートルの上空で飛行させる場合は都道府県公安委員会等への通報が必要。5、違反に対する措置、警察官の権限、違反者に対し、危機の退去その他の必要な措置を命令でき、必要に応じて、飛行の妨害や破損などの措置を取ることができる。罰則、レッドゾーンでの無許可飛行や警察官の命令違反には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される。小型無人機等飛行禁止法について、最も適切なものを選びなさい。1、100g 未満の無人航空機は対象外。2、気球、ハンググライダー、パラグライダー等の特定航空用機器も含まれる。3、違反した場合、半年以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられる。正解に。小型無人機等飛行禁止法について、最も適切なものを選びなさい。1、対象施設の管理者、土地の所有者の同意を得るか、国や地方自治体の業務でなければ飛行を行うことができない。2、対象施設の管理者の同意があれば、通報書の提出は必要ない。3、立ち入り管理措置を講じた上で、技能証明を持つ操縦者が、機体認証を有する機体で飛行させる場合、特段の申請手続きは不要となる。正解1。小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止の対象外のものとして最も適切なものを選びなさい。1、100g 未満の無人航空機。2、旅客機。3、気球やパラグライダー。正解に。
小型無人機等飛行禁止法に基づき、飛行が禁止される範囲として最も適切なものを選びなさい。1、重要施設の敷地及びその周囲約100メートルの上空。2、重要施設の敷地及びその周囲おおむね300メートルの上空。3、重要施設の敷地のみ。正解に。次のうち、小型無人機等飛行禁止法における飛行の例外として正しいものを選びなさい。1、国会議事堂の上空を管理者の同意なしで飛行する場合。2、対象施設の管理者の同意を得て飛行する場合。3、都道府県公安委員会への通報なしに土地所有者の同意を得て飛行する場合。正解に。小型無人機等飛行禁止法における対象施設上空、レッドゾーンで飛行した場合の罰則として正しいものを選びなさい。1、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。2、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。3、2年以下の懲役または100万円以下の罰金。正解に。Strutting on the catwalk, lights so bright. Shades hide the future, feeling right. Rhythm in my steps. Golden nights and diamond stars, living in our flashy cars. Silk and1、無人航空機の飛行形態の分類、カテゴリー1から3。A、カテゴリー1飛行、定義、特定飛行に該当しない飛行、手続き、航空法上、特段の手続きは不要で飛行可能。カテゴリー2飛行、定義、特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下に第三者の立ち入りを管理する措置を講じた飛行。カテゴリー 2A 飛行、空港周辺、高度150メートル以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機の飛行。カテゴリー 2B 飛行、上記以外のカテゴリー2飛行。夜間、目視外、30メートル、DID。C、カテゴリー3飛行、定義、特定飛行のうち、立ち入り管理措置を工事内で行う飛行、第三者上空での特定飛行。特徴、最もリスクが高く、安全確保のために最も厳格な手続きが必要。2、特定飛行を行う場合の航空法上の手続き等。共通の要件、安全を確保するため、以下の3点の適格性を担保する必要がある。A、使用する機体。B、操縦するものの技能。C、運航管理の方法。A、カテゴリー2飛行の場合。カテゴリー 2B 飛行。条件、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、特段の手続きなしで飛行可能。安全措置、国土交通省令で定める安全確保措置に従い飛行マニュアルを作成、遵守。カテゴリー 2A 飛行、条件、リスクが高いため、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合でも、事前に運航管理方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を得る必要がある。機体認証、技能証明がない場合、いずれかを有していない場合でも、事前に使用する機体、操縦者の技能、運航管理方法について国土交通大臣の審査を受け、
飛行の許可、承認を得ることで飛行可能。B、カテゴリー3飛行の場合、条件、最もリスクが高い飛行のため、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる必要がある。手続き、あらかじめ運航管理方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を得ることで飛行可能。カテゴリー3飛行における手続きについて、最も適切なものを選びなさい。1、第一種機体認証済みの機体で一等無人航空機操縦士が飛行させる場合、国土交通省への申請は不要である。2、第一種機体認証済みの機体で一等無人航空機操縦士が飛行させる場合、運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を得る必要がある。3、カテゴリー3飛行では、立ち入り管理措置を講じる必要がある。正解に。カテゴリー2飛行において最も適切なものを選びなさい。1、カテゴリー 2B 飛行において、技能証明を受けた操縦者が機体認証を受けた機体であれば、特段の手続きなく飛行可能である。2、カテゴリー 2A 飛行において、立ち入り管理措置を講じれば国土交通大臣の許可申請は不要である。3、カテゴリー 2B 飛行の場合でも、航空法に基づき最寄りの警察署への通報が必要である。正解1。無人航空機の飛行形態の分類について、最も適切なものを選びなさい。1、カテゴリー1の飛行を行う場合は、機体登録、許可申請ともに不要である。2、カテゴリー 2A 飛行においては、催し場所の上空を飛行することが可能である。3、カテゴリー3飛行においては、立ち入り管理措置を講じれば飛行許可申請は不要である。正解に。カテゴリー1飛行について正しい説明を選びなさい。1、飛行の許可申請と機体登録が必要である。2、特定飛行に該当しない場合、手続きなしで飛行可能である。3、第三者上空を飛行する場合も含まれる。正解に。カテゴリー 2A 飛行に該当する条件として適切なものを選びなさい。1、立ち入り管理措置を講じる必要がなく、第三者上空を飛行可能である。2、催し場所の上空を飛行する場合で、事前に許可、承認が必要である。3、特定飛行に該当しないため、手続きなしで飛行可能である。正解に。カテゴリー3飛行において必要とされる条件で正しいものを選びなさい。1、立ち入り管理措置を講じることで許可、承認が不要となる。2、一等無人航空機操縦士の技能証明と第一種機体認証が必要である。3、特定飛行ではないため、技能証明や機体認証は不要である。正解に。Strutting on the catwalk, lights so bright.
1、飛行機の特徴、飛行性能、高速飛行、長時間、長距離飛行が可能だが、安全に飛行できる最低速度が決められている。自重を翼の揚力で支えるため少ないエネルギーで長距離飛行が可能。操縦、エレベーター、上下ピッチ、エルロン、左右ロール、ラダー、左右陽、スロットル、推進パワーの複合操作が必要。離着陸には機体サイズに応じた滑走路が必要で、手動操縦の場合に特に高い技能が求められる。飛行の特性、滑空飛行が可能で、推力を失ってもすぐに墜落しない。回転翼航空機とは異なり、ホバリングや後退、横移動はできず、横方向の移動はバンクターンで行う。リスク、失速状態に陥ると舵の操作が効かなくなり、非常に危険。特に手動操縦時の離着陸は難易度が高い。2、大型機、最大離陸重量 25kg 以上の特徴。ペイロード、主翼面積が大きいため、より多くの積載重量を運べる。飛行性能、ガソリンエンジンなどの推進動力が使え、長距離、長時間飛行が可能。風の影響、25kg 未満の機体に比べ、風の影響を受けにくい。操縦者には高い運航習熟度と安全運航意識が求められる。機体の完成力が大きく、増速、減速、上昇、降下に時間と距離がかかる。緊急着陸、小型機より広い範囲が必要であり、騒音も大きくなるため飛行ルートへの配慮が必要。3、飛行機の離着陸と風向。離着陸時は向かい風を選ぶのが原則であり、横風の場合もできるだけ向かい風方向を選択。リスク、追い風で離着陸すると失速の危険性や滑走路を逸脱するリスクがあるため注意が必要。4、景気飛行方式、IFR という視界飛行方式、VFR。景気飛行方式、IFR。航空交通管制機関の指示に常時従って行う飛行方式。高速、高高度を飛行する旅客機が通常採用する。有視界飛行方式ができない気象条件の場合にも使用される。有視界飛行方式、VFR。操縦者の判断に基づき飛行する方式で、景気飛行方式以外の飛行方式。小型機や回転翼航空機が多く利用。空港やその周辺では航空交通管制機関の指示に従う必要がある。飛行機の離着陸に関する事項として、最も適切なものを選びなさい。1、着陸の際は、高高度を移動している速度と同じ速度で着陸する。2、横風であっても、離着陸はできる限り向かい風を選ぶのが原則である。3、上空待機の際は、旋回飛行を行ってはいけない。正解に。飛行機の姿勢変化や飛行方式に関して、最も適切なものを選びなさい。1、ピッチを変化させるのはエレベーターである。2、ロールを変化させるのはラダーである。3、陽を変化させるのはエルロンである。正解1。飛行機の飛行方式や操縦に関する内容として、最も適切なものを選びなさい。1、景気飛行方式、IFR は、景気にのみ頼る飛行方式である。2、飛行機は景気飛行方式、IFR、小型機や回転翼航空機は有視界飛行、VFR で飛行することが多い。3、有視界飛行方式、VFR では、操縦士は航空交通管制機関の指示に従う必要はない。正解に。
大型機、最大離陸重量 25kg 以上の操縦方法や特性について、最も適切なものを選びなさい。1、上昇、降下や加減速などに要する時間と距離が長くなるため、早めの判断と操縦が求められる。2、パワーが大きいため、俊敏性がある。3、機体の完成力が大きいことから、増速、減速、上昇、降下などに要する時間と距離が短くなる。正解1。大型機、最大離陸重量 25kg 以上の特徴や運用に関する内容で、最も不適切なものを選びなさい。1、大型機は 25kg 未満の飛行機に比べて風の影響を受けにくくなる。2、機体は大きくなるが、送信機の基本操作は変わらないので特別な技術は必要ない。3、大型機は一般に小型機よりも騒音が大きくなり周囲への影響範囲も広がる。正解2。大型機、最大離陸重量 25kg 以上の特徴として正しいものを選びなさい。1、小型機よりも風の影響を受けやすい。2、長距離、長時間の飛行が可能である。3、完成力が小さく、障害物回避が容易である。正解2。飛行機の失速に関する記述として適切なものを選びなさい。1、低速飛行や急上昇角度で翼面から空気が剥離し失速することがある。2、失速しても舵の操作が可能で即座に回復できる。3、失速を避けるには速度を落とさず、急旋回を繰り返す必要がある。正解1。Strutting on the catwalk, lights so bright. Shades hide the future, feeling right. Rhythm in my steps, a perfect sight. Golden nights and diamond stars, living in our flashy cars. Silk and velvet. 1、無人航空機の送信機による操縦と機能。基本的な操作。送信機のスティックを操作して、機体の重心を中心とする3軸の回転、ピッチ、ロール、揚やローターの推力の増減を制御。エルロン操作、機体の左右移動は機体を左右に傾ける、ロール、動きに関連。ドローンの回転、揚操作は、回転したい方向の反対側のローター回転数を上げて行う。スティックのニュートラル位置を調整するためのトリムスイッチがある場合もある。2、回転翼航空機の場合、ドローンなど、スロットル、ローターの推力、揚力の増減で機体の上昇、降下。モード1、右側スティックの上下操作。モード2、左側スティックの上下操作。B、エレベーター、ピッチ方向の操作、機体の前後移動。モード1、左側スティックの上下操作。モード2、右側スティックの上下操作。C、エルロン、ロール方向の操作、機体の左右移動。モード1、モード2、右側スティックの左右操作。D、ラダー、両方向の操作、機種の左右旋回。モード1、モード2、左側スティックの左右操作。回転翼航空機の操作に関する用語の使い方で最も不適切なものを選びなさい。1、スロットル、前後移動を指示する。2、ラダー、機種方向の旋回を指示する。
3、エルロン、左右移動を指示する。正解1。回転翼航空機の送信機操作に関する内容として、最も適切なものを選びなさい。モード1の場合。1、スロットルは左スティックの上下操作で行う。2、エレベーターは右スティックの左右操作で行う。3、スロットルは右スティックの上下操作で行う。正解3。回転翼航空機の動きを制御する際の操作について、最も適切なものを選びなさい。1、機体を降下させる際、スロットル操作によって揚力を減少させる。2、エルロン操作によって機体の揚角が変化し、機種方向が左右に旋回する。3、回転したい方向と同じ側のローターの回転数を上げる。正解1。回転翼航空機のラダー操作内容として適切なものを選びなさい。1、機体の左右旋回、揚を制御する。2、機体の上昇、降下、揚力の増減を制御する。3、機体の前後移動、ピッチを制御する。正解1。回転翼航空機のスロットル操作で制御される動きとして正しいものを選びなさい。1、機体の上昇、降下。2、機体の左右移動。3、機種の左右旋回。正解1。回転翼航空機のエレベーター操作で制御される動きとして正しいものを選びなさい。1、機体の上下移動。2、機体の前後移動。3、機体の左右旋回。正解2。Strutting on the catwalk, lights so bright. Shades hide the future, feeling right.